こんにちは、さなえです。今日も積分計算をしましょう。問題はこちらです。次の積分を計算せよ。インテグラル x イコール0から3までのフロア、ルート2の x 乗 dx。有価関数の積分ですね。回答の前に、まだ一度しか登場していない有価関数についてお教えします。有価関数とは、その引数以下の整数のうちの最大のものを表します。例にあるようにフロア 1.5 に対して考えると、引数 1.5 以下の整数はマイナス1万やマイナス52、0、1などがありますがその中で最も大きいものは1です。なので、フロア 1.5 イコール1が成り立ちます。定義の分通りに考えなくても、k 小なりイコール x 小なり k プラス1を満たすような整数 k を見つければそれがフロア x の値だとわかります。直感的にはこちらの考え方の方が扱いやすいですね。ざっくりと説明できたので、問題の回答に移りましょう。この問題の非積分関数は、今説明した有価関数の中に指数関数があります。この指数関数の部分をあらかじめ評価して考えてもいいのですが、上限が一定でないために考えづらいです。なので、まずは指数関数を別の文字に置き換えましょう。両辺を微分して dx を u と du の式で表しましょう。あとは区間ですね。指数関数は単調に変化するから区間全体をひとまとめに置換して問題ないです。なので、x が0から3まで変化するところを u は1から2ルート2まで変化するのでそのまま置き換えてしまいましょう。この非積分関数の原子関数はわかりませんので、区間を適切に分けて有価関数を定数化してしまいましょう。はじめに説明した通り、u が下区間1から2までに含まれるならばフロア u イコール1ですね。また、2ルート2は3に満たないので、同様に u が下区間2から2ルート2までに含まれるならばフロア u イコール2だと言えます。二つに分けられた積分はいずれも非積分関数が u のマイナス1乗なので、原子関数がわかりますね。それぞれ値を計算すると最終的に値が4だとわかります。これで計算は完了ですね。お疲れ様でした。結論です。指数関数を混ぜたので値が整数になるのは少し意外でした。偶然ですかね。少し前にマリサさんが有価関数を使った方程式を紹介していたので私も扱ってみたのですが、普段扱うような初等関数とは違った性質を持っていて面白かったです。また色々と混ぜた問題を考えてみます。今日の動画はここまでです。もしお役に立てましたら動画の高評価とチャンネル登録をしてくださると嬉しいです。また次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。今日の板書です。